夕方に見るにはちょっと家計がざわつく話が多いのだ。ずんだもん先輩、食べ物も移動も泊まりもつながってそうじゃん。最初から重ねてくるわね。じゃあ一つずつ見ていくわよ。まずは肥料の原料、尿素の話なのだ。17.5% も上がったのね。1トンあたりでどれくらいかしら。平均で1トン93,070円まで上がったのだ。それ地味どころじゃないじゃん。日本で使う分の 97% を輸入に頼っているなら、聞き方が早そうね。しかも主な産地は中東で、ホルムズ海峡を通る量が世界全体のおよそ3分の1なのだ。ホルムズ海峡って、物資が集まる細い通り道みたいな場所だよね。その道が詰まると、遠い国の価格まで動くってことね。農林水産省は、イラン情勢で事実上の封鎖になった影響を見ているのだ。畑の話なのに、海の通り道で揺れるの、ややこしいじゃん。肥料の値段が上がると、収穫までのどこかでじわじわ響くわよ。レタスも米も、土の元気を作る材料が高くなると無関係じゃないのだ。みんなの食費にも、こういう積み重ねが入ってるよね。すぐには止められない出費だから、農家にとってはかなり厳しいわ。僕、肥料って畑の裏方だと思っていたけれど、価格の揺れ方は全面なのだ。みんなも、食卓の裏にどんな材料があるか少し気にしてみると面白いじゃん。この先、どこまで波が広がるのかしら。続いては、愛媛の八幡浜でトロール漁が苦しくなっているのだ。2隻が組んで網を引く漁だよね。かっこいいけど大変そうじゃん。船の燃料、重油っていうやつね。重油は、船を動かす燃料の一つなのだ。会社が買う重油は、イラン情勢が緊迫する前より2割から3割高いのだ。2隻合わせて、一月に300万円ほど余計にかかるというのだ。300万円って、ちょっとした設備をまるっと動かせそうじゃん。その場で魚の値段が決まる売り方だから、燃料代をすぐ乗せにくいのね。魚の値段は市場の競りで決まるから、コストだけ先に膨らむのだ。売る値段はそのまま、出ていく分だけ増えるの。かなりしんどいよね。今シーズンは5月上旬頃に終わって、次は9月まで売り上げがすくのだ。その間に資材価格まで上がったら、なおさら苦しいわね。網やロープ、ワイヤーも石油由来だから、メーカーから値上がりを伝えられているのだ。必要なものほど代わりが効かないの。現場あるあるじゃん。一次産業は相手の値動きに合わせにくいから弱い立場になりやすいのよ。電気待ちみたいに逃げられない出費がじわじわ積み上がる感じなのだ。アンシだったら家計簿の赤字欄を見てる気分になるかも。みんなならこの波どう受け止めるじゃん。次のシーズンまでに少しでも落ち着いてほしいわ。最後は宮城の松島にあるホテルの話なのだ。景色がいいところで焼いて食べる名物がある場所だよね。その陶板焼きに使う固形燃料が入りづらくなっているのね。業者からは今後は提供できないと伝えられたのだ。看板メニューの土台が足りないってことじゃん。通販でも在庫がなくて確保できるめどが立っていないのだ。探しても見つからないならかなり切迫しているわね。固形燃料は石油や天然ガスを原料にしたメタノールでできているのだ。工業用のアルコールみたいなものなのだ。原料の流れが止まるとこういう小さい燃料にも来るんだね。温泉のお湯を温める重油も1リットル30円以上上がっているのよね。このホテルでは1日におよそ150リットル使うから差はかなり大きいのだ。1日でそれだけ使うなら値上がりの重みも大きいじゃん。大型連休中は料金を据え置いたり下げたりしているのも踏ん張りね。利益を減らしてでも満足してもらうという判断は簡単じゃないのだ。料理が変わるかもしれないって旅行先では割と大きい話だよね。みんなは宿の看板メニューが変わるのって寂しいと思うかしら。みんなもいつもの料理や設備がどう守られているか気にしてみると見え方が変わるのだ。ここで一つ今回の話につながる小話なのだ。急に歴史が出てきたわね。日本とイランの外交関係が公式に始まったのは1926年なのだ。そんな前からあるんだ。第二次世界大戦中を除くと比較的友好的で強い関係を続けてきたのだ。今の話につながる感じがするわね。それに
シルクロードを通じてイランの影響を受けた美術品も日本にもたらされたのだ。ルリハイやハクルリワンが有名なのだ。海の話から歴史の道までつながるじゃん。遠い国でも通り道が詰まると暮らしに届くってことなのだ。今日は値段の上がり方が農業から漁業、宿までつながっていたのだ。気になった人は概要欄を見ておくと整理しやすいわよ。高評価も押してくれると嬉しいわ。コメントでどの話が一番気になったか教えて。じゃあまた次回も一緒に見るのだ。